皆さん、こんにちは。福井外国人材受け入れサポートセンターの田中と申します。第1回就職活動セミナーということで、留学生の皆さんに就職活動についてのお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。まず、この写真なんですけれども、左側が東尋坊と呼ばれる観光名所です。日本海に向かって、岩がこのように突き出しておりまして、見に行くとなかなかの迫力があるということで、人気の観光名所ということになっています。で、右側がですね、越前ガニという、冬だけ取れる、カニなんですけれども、これが、福井県内外のお客さんが、冬になるとね、福井県に来て、このカニを食べに来てくれるということで、非常に、美味しい人気のある、食べ物ということになっています。今回の内容なんですけれども、まず最初に、福井県とはというようなお話で、福井県のことについてお話をしたいというふうに思います。で、二つ目が就職とはということで、じゃあ一体就職をこれからどうやってしていけばいいのかなというようなことかなと思いますので、こちらのお話をしていきたいなというふうに思います。まず、左側の、日本地図なんですけども、福井県というのはこちらの赤い丸で、囲わせてもらいました。こちらですよね。福井県というところで、こちらにあります。日本の中心の部分にあるかなというふうに思います。で、こちらを、ズームしたものが右側の緑色のものになっておりますけど、この福井県というようなこういうの形をしております。で、ここが日本海、海になっておりまして、こちらが山の方になっておりますということで、で、この赤い線がですね、最近できました北陸新幹線という新幹線の、レールが、走っておりまして、この北陸新幹線を使うと、東京まで3時間で行けるというふうになっております。で逆に、こっちからですね、この赤い線からこっちの下の南の方に行くと、大阪の方につながっているということで、大阪までも2時間で行けるということで、意外と東京や大阪まで近いというような県になっています。次に、人口なんですけれども、75万人、人がいます。で、その中で、外国人の方は1万9000人ほどいるということになっております。で、日本人はちょっとこれから少なくなっていくというのが確実ですけど、外国人の方は増えていくということなので、どんどん人は減るんですけど、外国人の方は増えていくということで、外国の方も、どんどん住んでいただくことになるかなというふうに思います。で、福井県の特徴なんですけど、やっぱり静かな場所ということで、東京とか大阪みたいな都会のやっぱり比べますと、静かで、夜も昼も、静かに生きていけるのかなというふうに思います。あとは自然が多いということで、山とか川とか海とか、ありますので、こちらの方で生活もできるかなというふうに思います。次に、安全ということで、あんまり犯罪とかがですね、大きな犯罪ないというようなところですので、人も、穏やかですし、安全に生きていけるかなというふうに思います。で、4つ目が、のんびりした生活ということで、結構車社会ですので、車でいろんなところに移動はしますけども、まあそういう車があればですね、いろんなところで遊んだりとかもできますし、まあ、お家にいて、ゆっくり静かなところで生活もできるかなというふうに思います。であとは、福井といえばですね、冬には雪が降るということで、やっぱりこの時期、今1月なんですけど、この時期にはやっぱり雪が降ってきます。で、たくさん降る時もあれば少ない時もありますけども、たくさん降ると、こんな風に右上の写真ですよね、スキーをしてですね、楽しんだりとか、この右下の写真のように木にね、雪が積もって、まあ、幻想的な風景になったりとかっていうようなこともあります。ちょっとね、なるべく、降らないとちょっと寂しいんですけれど、多くはね、降らないように、というふうに、いつも福井のに人は願っているということでございます。で、次なんですけども、福井県といえば、やっぱり一番、イメージがあるのが恐竜王国ということで、ダイナソーキングダムと書いてありますけども、まあ、福井県は日本で一番恐竜の化石がね、地面の中から見つかっているというような県になりますので、恐竜で、一応推しているというような県になります。なので、この写真のように恐竜のモニュメントがね、至るところに、置いてあるということになります。あとは福井県立恐竜博物館という博物館がありますので、これはもう世界レベルの博物館ということになっています。なので、こちらに行くとですね、大きい本当のね、恐竜の化石がね、たくさん、置いてあると
いうことになりますので、子供も楽しいし、大人も楽しめるというような場所になってますので、福井に来た時にはね、やっぱり一度はね、恐竜博物館に行ってね、楽しんでもらいたいなというふうに思います。次に、伝統文化の面なんですけども、やっぱり永平寺ですよね。日本の有名な、お寺なんですけれども、永平寺というものがあります。こちらでですね、全国のお坊さんが、こちらで修行しに来てですね、永平寺で1年とか2年とか一緒に生活をしてですね、厳しい修行に耐えて、で、各地にまた戻って、その教えを広めるというような中心的なお寺ということになっています。で、こちらでは誰でもね、座禅ということで、座って、背筋をピンと伸ばして、で、もしちょっとね、動いたりとか、木のたるみが見えると、棒で、肩をバシッと叩かれて、ちゃんと座りなさいよというふうに怒られるというようなところで、背筋も魂もピシッとこう伸びるような体験ができるということで、座禅体験ができるという場所でもあります。あとは、伝統工芸なんですけれど、やっぱり越前和紙ということで、昔からね、紙をね、手でこうガチャガチャっとやってすいて、干して紙にするというような文化もあります。右上の写真になりますけれども、紙を手作業で作るというようなこともありました。で、越前漆器ということで、右下の写真なんですけれども、コップとかね、お箸とかっていうようなところで、漆というような植物の、液体を塗ってですね、テカテカツヤツヤというような形で長いこと使えるような食器として使えるようにということで、こちらも越前漆器というものも有名でございます。あとは、真ん中の写真ですけど、越前内刃物ということで、包丁とか、ナイフで、料理の時のね、食べる時のステーキを食べる時とかの、ステーキを切るようなナイフとか、ああいうようなものとかですよね。刃物を、作るというようなもの、伝統工芸としてあります。あとは一番有名なのはやっぱりメガネかなというふうに思います。メガネのね、日本のもうほとんどのメガネは、ここの福井で作られているということで、私もメガネしてますけど、このメガネは福井県で作ったメガネをしているということで、これがね、一番、日本的にはね、有名かなというふうに思います。あとはですね、福井の生活なんですけど、やっぱり東京と比べて家賃がまず安いということが言えます。大体ね、一人で暮らそうと思えば3万円台とかからね、毎月3万円台とかから、あるんかなというふうに思いますので、これはね、東京だとね、やっぱもっともっとしますので、その辺の家賃の安さというのは一つの売りかなというふうに思います。で、あとは人は親切ということで、最初はね、やっぱり打ち解けないかもしれないですけど、ちょっとね、知り合ってしまえばね、いろいろ親切にね、何でもしてくれると思いますので、やっぱりね、人の懐に入るのが重要かなというふうに思います。次に、人が少ないので、やっぱり混雑が少ないということは言えると思います。やはり車社会なので、車がね、道路等で事故があれば、やっぱり混雑はしますけども、それ以外ですと、基本的には公共交通機関などは、混雑が少ないかなということで、人と人があまりぶつかったりということがないので、生活しやすいかなというふうに思います。あとは、冬なんですけど、冬にやっぱり雪が降るので、自分の家の周りをね、雪かきということで、雪がね、道路とかに積もるので、ね、それをスコップとかでこうガッとかいて、でそれを道の横に、どけるというような作業が必要になります。これをね、留学生の方、若い方多いと思いますので、近くのお年寄りのお家とかをね、ついでにやってあげると、とても喜ばれるということがあります。あとは、福井県をお勧めできるのが、やっぱり自然が好きな方とか、日本文化を深く知りたい方とか、静かな場所が好きとかよりも、静かなところが好きだなという方、で、あと写真とか旅行とか好きな方という方にお勧めできる福井県かなというふうに思っております。はい、続きまして、就職とはということで、3つに分けてお話をしたいと思います。まず1つ目が、自分を知るということで、生まれてからこの就職活動をするまでの20数年間で、自分の性格は一体どういうものだろうかとか、自分が得意なことは何だろうかとか、自分のやりたいことは何だろうとかっていうようなことを、一つ一つ、思い出していただいてですね、で考えていただいて、自分はこういう性格だなと。例えば、細かいことは得意だなと
でもちょっと人前で喋るのはちょっと苦手だなとか、もしくは、何か自分はこういうことをやりたい、好きだなとか、こういうことはちょっとやりたくないなとかっていうようなことを、一つ一つ洗い出しをしてもらってですね、で、最終的には、こういう自分はこういう人間だなと。なので、こういう仕事をしていけばいいんじゃないかなとか、っていうようなことをちょっと考えていただくと。で、紙に書いていただいてですね、で自分は意外とこういう人間だなとか、いうことで、気づかないことも、ね、ありますしね、こういうことをやらないとね、わからないっていうこともあると思いますので、一度自分を知るというようなことで、アナライズをしていただきたいなというふうに思います。ただですね、ちょっと一つこれ言いたいのはですね、ここで、自分のことを知ったとしても、これから先働くのはね、30年も40年も50年も働くので、ここで好きだとか得意だとか苦手だってことが分かったとしても、それが必ずしも会社にとってね、必要なことかっていうことは、またちょっと違うっていうようなことですよね。あなたがね、細かいことが得意だなと思っても、会社は細かいことをしてもらうんじゃなくて、やっぱり人前で発表してもらいたいとか、っていうようなことをやっぱりこれから先ね、入ってから先はあるかもしれませんので、やっぱりそこはちょっとね、認識していただいて、得意なこと、苦手なことはあるけど、会社に入ったらやっぱりこれはしなきゃいけないとか、っていうようなことには、なるかもしれませんので、そこはね、理解しておいてもらいたいなというふうに思います。次に、2本目なんですけども、会社を知るということで、じゃあ、この世界には今どんな会社があるのかとか、その会社の中ではどんな仕事があるのかとか、で、自分の合う会社はね、どこにあるのかっていうようなことをね、結構調べてもらう必要があります。これが結構時間はね、かかるかなというふうに思います。自分を知った後に、じゃあこの自分の能力を活かせる会社はどんな会社があるのかとか、で、また、例えば建設業だといっても、建設を本当にね、お家を作ったり、建物を作ったりするのではなくてね、お金を計算したりとか、人の人事をね、やったりとかっていうことがありますので、必ずしもじゃあ、建設は私に合わないなと思っても、建設の会社の中には別の仕事がありますしね、例えばですよ。そんな形で、自分の、行きたい会社を見つけるのも必要ですけど、自分のやりたい仕事をやっぱり見つけるっていうのも、重要かなというふうに思います。もういろんな、情報を得てですね、いろいろ調べて、自分に合うような会社をね、ここで見つけてもらいたいなというふうに思います。で、3番目なんですけど、就職活動自体をやっぱり知ってもらいたいなというふうに思います。で、就職活動は、いろいろ、フェーズがあります。やることも変わってきます。大きく分けると、エントリーをするということが一つ目で、二つ目が、エントリーをした際には、やっぱり履歴書とか、いろんな書類を作って提出するということになります。で、その書類が、通過しましたら、次に面接が何度かあって、で、面接をすべて合格したら、内定がもらえると。大体こういう会社はそういう流れになってるかなというふうに思いますので、就職活動のね、これからの流れ自体とか、その場で何をしなきゃいけないのかということをね、理解してもらいたいなというふうに思います。では、就職における、特にね、留学生の皆さんのね、強みっていうところをね、お話ししたいと思います。日本人の、学生にはやっぱりないところっていうところがやはり皆さんの売りになるかなというふうに思いますので、一つ一つお話ししたいと思います。まず一つ目が、多言語能力ということで、やはり、母国語も皆さんあると思いますし、日本語も、使えるかなというふうに思いますので、最低でも2つのね、言語がね、ある程度わかるかなというふうに思いますので、これはかなりの強みになるかなと思います。で、もう一つが、異文化の理解ということで、母国の文化と日本の文化を、それなりに、皆さん感じて、生活していらっしゃるかなと思います。こちらのね、それぞれの違いとかね、それぞれの、合うところとか、っていうのところを、クロスカルチャルということで、違いとか、合うところを理解して、生活していると思いますので、こちらをね、就職にもね、活かしてもらいたいなというふうに思います。で、次に、3つ目が海外経験ということで、皆さんもうね、海を渡って日本に来られて、何年か生活されていると思います。こちらの経験、非常にね、素晴らしい、経験かと思いますので、これもね、面接等々でね、発言していただければ、それで会社にはね、非常に有利に動くかなというふうに思っております。
4つ目が、柔軟な考え方ということで、今、日本はですね、やっぱり日本の会社も柔軟性というのがね、非常に求められる時代でございますので、皆さんの、考え方、ある意味ね、突飛なというんですかね、ちょっと変わった風変わりな、意見とかっていうことが出るかもしれません。でもそれがね、やっぱり会社にとってはね、必要なことでありますので、そういうのをね、ぜひなくさないようにね、していただいて、会社に入っても、柔軟な考え方ができるようにしてもらいたいなというふうに思います。で、就職する上において、重要な点というところで、まだ4つ挙げてあります。まずやっぱり日本語ですよね。日本語の特に敬語、会社の中で使われるような言葉遣いっていうところですよね。こちらってやっぱり会社ではね、友達にお話しする、親にお話しするっていうわけではありませんので、日本語の使い方を、学んでいってもらいたいと思います。ただ会社に入るまでに完璧にしなきゃいけないとかっていうと、そうではありませんので、日本人でもね、やっぱり敬語使えない人いますので、そこは心配しないで、やっぱり入ってから、学んでいくんやっていうね、そういう気持ちを持ってさえいればね、いいかなというふうに思います。二つ目が時間を守るですよね。これは日本人はやっぱり時間を非常に守りますので、この時間をね、10時からスタートするということであれば、これは本当に10時にいればいいというものではないというふうになっております。なので、例えばね、9時55分とか9時50分とかっていう時には、もうすでにいるというようなことが求められるということなので、時間を守るというのは10時は10時という意味ではないということはちょっとね、理解してもらいたいなというふうに思います。で、3つ目が服装マナーということで、やっぱり、その場その場に応じた服装とか、やるべきマナーっていうのはありますので、これもね、すぐに身につけてくれということではありません。そういうふうに、あるんだなというふうに理解していただいて、周りを見てね、それなりに合わせてもらえれば、それでね、ちょっとよっぽど変であればね、言ってもらえると思いますので、そこはね、ある程度、理解するんやという気持ちでいてもらえればいいかなと思います。で、4つ目が、在留資格ということで、やっぱりどうしてもね、留学生の皆さん、在留資格をやっぱり意識して、常に仕事してもらうことになると思いますので、そちらの方もね、ちょっと理解しつつ、会社にもね、もちろん理解してもらいつつ、お仕事してもらうということになるかなというふうに思います。はい。で、就職なんですけれども、一人ではやっぱりできません。これ日本人でもね、留学生でもね、同じですけど、一人で就職することはなかなか難しいです。なので、誰かのサポートを得るということで、こちらに書かせてもらったようなところにね、サポートを適時受けて、やっぱり一人でやらないっていうことが何より大切かなというふうに思います。やっぱり面接とかね、やっぱり家庭がね、進んでいくと、面接でやっぱり落ちたりとか、書類で落ちたりとかってことがたくさんあります。日本は特にたくさん、エントリーして、たくさん落ちるっていうような、今状態になってますので、なかなか一つ二つだけ受けて、一つ二つ泣いてもらうっていうことは難しいということになりますので、100とか200とかっていうようなところでエントリーはして、で、それぞれの、タイミングで落ちたり受かったりっていうのがありますので、やっぱり、一つ一つにね、心を病むというんですかね、くよくよしないというようなことが一つ重要かなと思います。で、サポートを受けるのは、大学のキャリアセンターとか、留学生用のサポートの窓口が大学の中にあると思いますので、そちらを利用したり、やっぱり、先生とか先輩とか同級生とかっていう、先ほども申した通りね、フェーズは、みんな同じようなフェーズになるので、エントリーするタイミングだとか、面接を受けるタイミングだとかっていうのは大体一緒なので、それで、周りの人を見てね、今どんな状態かなっていうのをお話しすると、だいぶ気持ちも楽になるかなというふうに思います。で、あとは合同企業説明会とか、就活のイベントがそれぞれのタイミングでありますので、それぞれを適切にね、やっぱり利用して、会社のね、企業を知ると。先ほどのね、2本目の柱で企業を知るというのがありました。それでね、会社のことを理解していってもらいたいなというふうに思います。はい、じゃあ今から、皆さん就職活動をするんですけども、じゃあ何をすればいいかというような話なんですけれども、日本語の勉強、これをしていただきたいですね。やっぱり会社の方も、留学生を入れたいけども、日本語がね、どうしても使えないということになると、仕事を教えることもできないし、どうしようもないなっていうようなところで、やっぱり難しくなっちゃうので、日本語の勉強はね、常にしていただきたいなと思います。特にね、会話の中での、丁寧な言葉遣いとか、
作文ですね。ものを書いたり読んだりっていうようなところがやっぱりできないと難しいですので、特に就職活動の中では履歴書とかエントリーシートという形で書類を作るということがたくさんあります。なので、一度ね、履歴書、エントリーシートを作っていただいて、それを先ほどの先輩とかね、同級生とかみんなにね、見ていただいてね、それを直していただくと。こうちょっと違うんじゃないかなとか、こういうふうにしたらいいんじゃないかなっていうような意見をもらって、少しずつ良くしていくというようなことで、これはもうね、日本人の学生もみんなしてますので、留学生のみんなも必ず忘れないように、どんどん良いものにしていってもらいたいなというふうに思います。で、あとは、先ほど申し上げた通り、自己分析ですよね。自分がどういう人間なのかっていうのを常にね、理解していってもらいたいなと思います。で、日本の会社を常に知っていって、タイミングはね、やっぱりありますので、募集のタイミングに必ずエントリーを入れていくというようなことが必要なので、常に情報を仕入れていってね、入りたい会社のエントリーがもう終わってるとかっていうようなことになっちゃうともう入れないので、そうならないように、情報収集はやっぱり常にしていってもらいたいなと思います。ただ日本人とか留学生の先輩の話を聞いて、1年前にはああしておいた方が良かったよとか、こんなんしたらいいよっていうようなお話を、常に、収集していっていると。ね、情報戦ですからね。情報の戦いなので就職活動というのは知ってるか知らないかという、ただそれだけで決まっちゃいますので、なるべく情報をたくさん入れていくということでお願いします。履歴書とエントリーシートの提出と、面接というのは必ず、もうほぼ必ずあるということなので、この書類を作るということと、面接で喋るというようなことは必ずするということになりますので、これの練習、常にしていくということです。ただ、面接のうまさっていうのは技術的なうまさではないということで、なので、うまく答えられれば良いかっていうとそうではないですよね。じゃあ、いろんな問いに対しての答えを暗記していって、ペラペラと喋れればいいのかというと、そうではないんですよね。人事の方、会社の人事の方もね、やっぱり見てますので、この子はただ覚えてる答えを喋ってるだけだなというふうに思われると、やっぱり意味がないので、やっぱりその面接の場で受けた質問を自分の頭の中で咀嚼してですね、こう理解をして、相手が求めている答えを喋るというような、こういうところが必要になるので、これがとてもね、やっぱり難しいと思います。なので、面接の練習っていうのは場を慣れるっていう意味もありますけど、やっぱり喋っている内容が相手に伝わるのかどうかっていうようなところ、こちらをやっぱりこだわって、練習してもらいたいなというふうに思います。この辺はね、また第2回のお話でもね、いろいろさせてもらいたいなというふうに思います。はい。では、第1回の内容はこれで終了します。次の内容は、3番目、じゃあ企業とはということで、この日本にたくさんある企業、どんな企業があるのかとか、どういう仕事があるのかとかっていう話をもっと詳しくしたいなと思います。で、4本目で、3月15日に、オンラインの合同企業説明会を我々実施しますけども、それについてのお話をちょっとしたいなというふうに思っております。はい。それでは、今回の第1回の、放送はこれで終了したいと思います。また第2回も、メール等で、連絡いたしますので、また好きなタイミングに見てもらえればなというふうに思います。それではありがとうございます。